でようやくね。なんでやの、どこがボツ個性やの。よく頑張ったでしょうとかでしょ。違う。志高く、ね、どういう志、ね、売り上げじゃないですよ。違う志だけどどういう志でしょうか今。どんだや。まあおひなさんがいっぱい飾られて、本当にとんだやも100体、すごいですね。はい、奥座敷もこんなちっちゃいのがせて100体ございますけど、まあもう季節はね早く過ぎていきますそうですね。ね。年も早っておりますね。コロナもね早くどっか行ってくれればいいどんですけどね。っか行ってくれると思いますが、今日のゲストはこうちゃんもよくご存知の私たちが尊敬する栗迫白寿先生という書家で、もう京都ではもう一番、もう日本一やと私は思っておりますんですけれども、そんな先生にお話を聞かせていただく、こう背筋を伸ばしてショーを楽しみたいと思いますので、ちょっとゲストをお迎えします。栗迫先生、よろしくお願いいたします。栗迫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先生はもう私たち尊敬する、本当に心も優しくって、本当いつも優雅で素晴らしいこうマナーも教えていただけるようなそういう行き届いた方ですけれども、こうちゃんは書はやられたことある？いやいや、全く小学校中学校以来ほとんど何もしておりません。私はなんか賞をいただいたことはございます。ちっちゃい時に。はい、ちっちゃい時に。よく頑張ったでしょうとかでしょ。違う。いや、書というのは歴史が3500年ぐらいありますね。日本はまあ奈良時代からですが、国宝の中で一番多いのが書籍で、その書籍も何かといえば人の手紙であったりとか、そのメモであったり、本当に不思議なもんだと思うんですが、書というのはそういう性格なんですよ。多分その中に書は人なりというものがあって、その人の全人格を書が表しているということで、メモでも国宝になったりするんじゃないかと思うんです。そんなわけで、そしたら昔はこう飾る書じゃなくてお手紙とか、そうですね、書き留めたものだったんですね。中国でも一級の文物になっているのはほとんど手紙ですね。今やったらメールパチ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 そうですよね。それで終わりですけどね。昔の人は電話の代わりに手紙を書いてましたから、今とは全然違いますですね。今もう年賀状を出す人すらね相当減りましたですもんね。そうですね。本当に電話の代わりに手紙を書くっていう、本並光悦という方、はい、あの人の言いますと、今で言えば全部電話で済むことばっかりです。それが今日重要文化財級で残ってるっていうのは、僕はあの人は自分が本当に書がうまいと多分自認をされてて、自分の書いた手紙が将来残るであろうという予想のもとにあの手紙を書かれたんだと思いますね。で、随分残ってますのは、そういう意識があればこそ素晴らしい手紙になったんだと私は思います。書の持つ本来の意味は、書はその人のごとしと言われるように、書いてる文字を見るとその人間性がみんな分かってしまう。裸にされてるような感じがする。恥ずかしいね。そこが書の値打ちじゃないかなと思います。それで先生がこう編み出されたのがこの10箇条ということでそれは私が自分自身の勉強のために10箇条作ってみました。はい、読ませていただきましょう。よろしくお願いいたします。私の各書10箇条第1条、明日のために古に学ぶ。
これは昔から言われている温故知新、古きを温め新しきを知るというこのことわざなんですが、書の歴史って非常に長いものですから、過去の500年に1人1000年に1人という名人の書に、しっかり見て学ばなければ、いい書が書けないというのが私の信念ですね。第2条はですね、志を高く持つ。ヨーロッパでは彫刻が第一ですね、芸術ね。中国、日本は書が第一だったんですね。そういう素晴らしい伝統がありながら、今はまあ私流に言うと落ちぶれてしまってですね、これはもう一度志を高く持って、かつて書が東洋芸術の第一であったということの復権を目指さないといかんなと思ってるんです。絵がかかってますもんね、どこ行っても今ね、洋室が多いから。今喫茶店に行っても絵はあるけどしょうがない。しょうがないです。なぜだろうかという疑問が。床の間がまずないですから。そうですね。床の間がなくなったのが一番の大きな原因ですよね。ですね。やっぱり建築物と。志は？志高く。どういう志？売り上げじゃないですよ。どういう志でしょうか今。私が勤めている学校は同志社大学、志を同じくする結社でございます。本当やね。本当ですね。第3条が起因聖道こそ命である。これはもうカエルでも死んだ虫は食べないって言いますから、文字が生き生きしてないといけないと。下手でもいいから生き生きしてるのが大事だという意味なんですが、最近漫画チックな交渉もありますもんね。まあ何でもありの時代ですから、それもそれでそれはそれで今日的でしょうけど、ともかく生きてないといけないと思いますね。上手下手を超えて。第4条は基本に徹し原点に変える。これは私ども歴史的なものを学ぶときに、まず長い目でものを見る、広い目でものを見る、それから根本を見る、この3条件が揃ってるかどうかっていうのが一番大事なことなんですが、これがやっぱり基本だと思いますね。論語の中に述辞編っていう中に孔子は述べて作らずという文章があります。あれは孔子は自分の意見を言ってるんじゃないんだと。私の大先輩の人たちのことをあなた方に伝えてるだけですと言ってるんですが、これも大事なことだなと思ったんですね。何でも原点変えらなきゃいけませんね、と思いますね。本当に。それから第5条は、顕微鏡で調べて望遠鏡で書くと。顕微鏡で調べて望遠鏡で書く。まあ書道で言いますと表現上の工夫はもう顕微鏡で調べるほど細部まで技法の研究をしてですね、いざ表現するときは大胆に、そんなもの忘れたかのように一気に表現するのがいいと思っています。それを細かく調べて細かく表現するのはまあ二流三流のやることだと思います。芸術もそうですが、学問の世界でも超一流の先生は恐ろしく深く調べて私どもにも分かりやすくお話してくれる。村田先生がそうでございます。そうでございます。しかし学問の世界でも細かいテーマ、どんどん細かいテーマを若い研究者の方なさるんですけど、大きな話とか全体像とかいうのが見えにくくなっているのは学問の世界でもおっしゃる通りだと思いますね。ここが僕は大事じゃないかなと思っているんですが、第6条は我ここにあり、芸術はこの通りだと思ってるんですが、世界中に自分という人間は一人しかいないというのが、そういう自覚に至る勉強が芸術における勉強だと思ってるんですが、かといってこれ気が付くといつもなんて言うんでしょう、独りよがりになりがちなんですね。そこで我ここにありなんだけど、
個性と没個性っていうのは同じぐらい大事なものだと私は思っているんですが、ですから世界中に自分という人間は一人しかいないという自覚と同時に全人類共通のなるほどね。価値観っていうものが大事じゃないか先生見てたらそんな風に思えてきました。個性的な方が今多いですけどね。で個性だけではやっぱりダメだなと。で作家の勉強っていうのは個性と没個性の間を往復するほどいいと思ってる。自己否定をするほど自己肯定が強くなり、自己肯定をするほどまた逆に自己否定をするっていう、これを繰り返すほどいいと思ってる。我々未熟ですから個性と没個性をセットでようやくね。なんでやな、どこが没個性やの。第7条は長い鑑賞に耐える書、見れば見るほど良い書を書きたい、こういう作品を書きたいわけですが、私は自分の作品を3日間見つめて、大丈夫だと思ったらそれを展覧会に出すようにしてるんですね。これはおかしなもんで、その時にできたと思うのは翌日見ると大体ダメなんですね。それで、3日間見続けて、これならいけると思うのは意外と平凡に見えるものなんですよ。不思議だなと思いますが、とにかく長い鑑賞に耐えるもの、どこから眺めてもこれならいいっていう、そういう書を書かないといかんなと。わびさびでしょうかね。強みとか弱みとか、冷たさとか温かさとか、こういうものがいい具合にみんな上手に調和してるのがいいと思うんですが、できたと思う時は冷たすぎたり強すぎたり、こういうのが瞬間に思うんですよ。ところが一日経ってみると何か足りないっていう、今言った強さと弱さとか温かさと冷たさとか、なんかそういう両方のものを兼ね備えた最後はそういう作品になるといいなと思ったんですね。で結局冷静に3日間見て嫌にならないものがいい作品じゃないかと思うわけです。第8条ですが、自分の中にもう一人の批評家を持つ。学生時代は先生がいて注意をしてくれるんですが、社会人になるとだんだん人が言ってくれなくなるので、自分の中にやっぱり今の自分はこれじゃダメだというもう一人の批評家を自分の中に入れておかないと、どうも作品が良くなっていかない、と思うんですね。第9条ですが、これを置いてますます艶やかに、人生もう120年時代と言われてますので、60、70は花垂れ小僧と僕らは言われてるんですね。書道の世界は60、70花垂れ小僧、80で花が乾きかけた。日本画もそうですよね。そうですね。横山大観っていう先生なんか見ると60、78代と80代と成長を続けられてる。先生がご存知の方で書家で一番今現役でご活躍になっている方でご高齢の方っておいくつぐらいの方いらっしゃいます？ 98歳ですね。もう100近くで書いていらっしゃる。私とちょうど一回り近いもんですから、一回り12年後にでもこんなになりたいなと思ってますね。どうしましょうね、長いこと生きなあかんのに。でも体力よりも気力が大事なんですよね。そうですね、本当に、いよいよ置いてますます艶やかに。先生ますます艶やかですから。でも書って成長するんですね、やっぱり。そう思わないといかんのでしょうね。最後は書は人なり、これに尽きると思うんですが、これは正確には書はその人のごとしというのが正しいと思いますね。その人のトータルの表現が書に現れないといかん。なるほど。でも先生、書の一番楽しいところというのはどういうところですか？私はね、書の鑑賞っていうのは何という言葉がどういう言葉をどう美しく表現したかということだと思いますが、ですから書いてある言葉の内容が
なるほど、素晴らしい共感を持つ言葉である、そしてそれをより美しくという、この2つが叶った書が一番いいと思ってますね。私とこね380本あったんですよ、お軸が。へそれで蔵の中見てたら、でもなんか写真撮ってもらったらカメラマンが倒れるほどの数だったんですけど、その中にはおじいさんが書いてたり、おじいさんが書いてたり、いやそういうね、ふうに、今そこにかかってる症状項ってはいはいお仏壇の上のはいこの言葉がね、はい症状の光、そしてそれをどなたが書いたか、永平寺の永ね、平寺のね館長様がお書きになった症状項の症というのはどういう字なんですか？清いという、清い。清らかで、症状、なるほいやそう言われてみればいい言葉ですね。だから書の鑑賞っていうのはね、誰が何という言葉をどう表現したか、この3つに尽きると思うんですね。先生がご覧になってこの政治家の書はなかなかいいなという政治家は誰ですか？戦後では吉田茂、田中角栄、このお二方の書は素晴らしいと思いますね。吉田茂元総理の手紙なんか読みますと、確かお父さんが偉い方だったんです。牧野真剣、お父さんに出した手紙が残っててですね、その手紙の中に原敬と岡山の総理大臣になった首相がいます。その前、歴代の総理大臣の中で一番うまい人ですね。書家としても有名です。その人の書の、手紙の端くれでもいいから探してくださいと、お父さんに手紙書いてるんですね。ですから熱心に書を書いてあるんですね。田中角栄さんなんて小学校しか出ていらっしゃらないのに、それ字がお上手なんですか？うまいですね。いい字を書きになるんですね。確か中国へ何百人って日中の交渉をされた時に、中国が認めたのは、僕は最初は書だと思いますね。中国は書は人なりっていうのは本当に信じてますから、この書を書く人間なら信用できると思われたに違いないと思います。前編はこのぐらいにして、後編で私たち本当に実技で教えていただこうと思いますが、人なりですからね、バレてしまう、バレますから気をつけましょう。うわー、なんか綺麗、すごいよね。すごい。皆さんネットでこれを見つけたら打ったのはこの人ですか？なんでやと裏へんっていう。高校の時に私は科学者になろうと思ってましたんで。なんか先生は思う通りに書けない。いい感じじゃないですか。いや、書はその人のごとしの通りです。言ったでしょう。いや、本当。この番組気に入っていただいたら、YouTube で登録をしていただいたらと思います。どんだよ。